宮さんこんばんは、夏目さんちのげんです。防寒着の中に入っている綿を綿飴に変えておく魔法使いさやです。ベッタベタだ、もう最悪だ。麺100って言うやん。綿菓子の綿ではねえんですよ。糖100なんですよ。最近ほらあるから結構ぼかしてるみたいな。綿菓子 100% の略が麺100。菓子がちょっと略されてて、略されてる文字数の関係で、ね、一番大事なとこだろ。あったかいかな。どうなんだろう。やっぱ気になるよね。ダウンの中綿菓子で詰めたらあったかいのか。誰かはじめ社長あたり、はじめ社長とかミスタービーストとかやってほしい。ミスタービーストはやらないの絶対に。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。これゲンさんのリクエストにさ乗っとって書いたんだけど、なんだの。さやがなんかゲンさん適当に野菜言ってって言うから、僕ズッキーニって言ったの。これズが木に、子供用の謎々絵本みたいな。ズッキーニキューカンバーじゃねえか。しかもお前キューカムバックだし、キューカンバーじゃん、でここ9いるよ、全然キュウリじゃん自我が。彼は9サウナに行ってアイスを食べて、しかももう伊豆行きの電車に乗って昨日帰ってきた。楽しかった。よかったねはい、ということで今回こちらノイズもやし下に書いたの実は初めてな気がする。確かに初めてかどうかちょっと自信ないけど、初めてじゃなかったらこのコメント欄にご指摘ください、ね、確かにこの下に書いてるの結構みんなにとってノイズかもしれない。ということで、今回やっていく企画はこちら。バンバババンバンバン。ノイズでランダムに決まった色で色塗り。止められた称えろよ企画の開始を。僕止められたの初めてはい、というわけで古に流行ったね、夏目さんちショートという文化に一生触れてこなかったので、最近だって夏目さんち、ショート出してるけどね。でも切り抜きしか出してないから。でもね、夏目さんちは別にあんまり流行に乗らないでおなじみなんですけど。そうだって未だにだって地球グミのネタこすって続けてるからね。こすってるし出してないし、別にこすってもね確かに。夏目さんちは基本的にはなんか流行りに乗れないかっこいいこと言うと、短期トレンドを追わない。あーかっこいい。でも最近は短期トレンドを追わないというより、短期トレンドを追いたいけど追えないおじさんとおばさんって気づいたら終わってる流行りがみたいな。ボンボンドロップシール、流行ってんだって思ってから8ヶ月ぐらい経ってやったからで最近、以前めちゃくちゃ流行っていた、ノイズでお絵描きってやつ流行ってたんですよ。やってる人結構いた。ショート見てたら、1年ぐらい前にやってって言ってたのを思い出して、今回ノイズでお絵描きやっていきたいと思います。キューということで線画を用意してきましたというか、用意してありましたというか、ちょうどいい線画がありまして、多分皆さん見たことない線画だと思うんですけど、そうですね。だいたいこういう時は絵の中のどこか一部分を見ると何の線画かが分かったりするんですけど、何の線画かが分かったりもするんですけど、分かりやすすぎるだ書いてある、春の何にもの新作の線画でございます。動画の最後にはこれをちゃんと描いた、そうだね、イラストのねタイムラプスもお見せできればと思うんですが、ガビガビだもんな。ほら確かに前回は確かね、東京タワーとの全国タワーツアーのキービジュアルでやってグレースケールでやりましたね。懐かしいね、あれもね、あれ楽しかったな。今回も同じ感じでやっていきたいんですけど、じゃあまずそれぞれ今白で塗ったところをノイズ、この魔法ステッキマークね、魔法のステッキマーク、ノイズをしてマルチにして、マルチでこれでビーって横に引くとください。ピー、わそうするとノイズになるわけですよ。でこれを全部のとこでやってください。お洋服がマルチになりました。ちょっとこれやり方が正しいのか分かんないけど、なんか動画を見てる感じ、こんな感じでやってたんじゃないのっていうのが、なんかめっちゃ可愛いね、見てノイズでよくないもん。逆に気に入ってる人ノイズでええやん。やったー、なった全部。なんでゲンさん白黒なの？待って間違えた。ゲンさんこんなになんかギャビギャビだけど、画面解像度の差かもしれない。解像度の差かも。私ってデジタルで仕上げないもんだからさ、サイズとか気にしないでさ、それさよくわかんない感覚なんだよね。僕絶対いつもこれ何らかに後でできるかもでっかく書いちゃうんだよね、いつも。あんまりさえそうやんないんだよね。セオピはその時その瞬間を生きているからあんまり先のこととか考えてなくて。じゃあ行きますか。ちょっと周りのエフェクト系はそれぞれ違うじゃん。お互い書いてるものが違うんで、基本的なパーツから言ってみますか。何からいく？紙からいこうか。でここにこの歪みツールを使って、プッシュだよね。拡張か。拡張でいけるか。じゃあいきます。せーの。ドゥー。あ、待って、お前どこが拡張されてんだ。おでもやる。ドゥドゥドゥ。緑。めっちゃ緑髪だ。オレンジだった。やばー、もう色がす
すごい。これも後で見たらびっくりすると思うけど全然違う色です。ね、全然違う。全然違う色。こことここの相性はいいわ。ね、確かにオレンジといい色だよね。緑で。で次。はい、次じゃあ目いきましょうか。はい。いきます。はい、いきます。目であ、いい色かも。あれ待ってこれ。おげさ肌じゃないそれ。はい。はい。待って目地味。薄。逆に目地味なんだけど。ゲンさんの絵として。ね逆なんだけど珍しい逆がいい。こういうことが起きるってことですね。ね、はい楽しい。楽しいわ。次僕なんか爪で分かれてるから先爪いっていい？分けるかじゃあ。もう分けるな。分けれるよ。爪やりました。じゃあ爪いきましょう。せーの。灰色になっちゃったんだけど。なんか何もなってないんだけど。待って。はい、じゃあ僕爪いきます。はい、お願いします。こちら。小指がなんかすごいいい感じ。おお、まあ黄色、まあ、うん、ちょっとビビッと感が足りないなという。欲しいところにビビッと感欲しい。そう、来ないでもう完全に髪の毛にいらんビビッと感が来てるから。で、まあいいや、次行きましょう。次行こう。肌行こうぜ。肌行くか。これ結構決まるよ。これめっちゃ大事だよ。そうだよ、超決まるよ。マジで大事だからね。いきます。こちら。せーの。白？なんかさやさん丸出しだったけど。ずっこい。私ミルキーサブウェイみたいな世界観になっちゃった。いいじゃん可愛い。相性は最高じゃない？髪と肌の相性。ね、ミルサブになっちゃう。もっとね、上まで行かないといけない。で次。はい、次。服か。服のベースかな？じゃあ。ね、服のベースだね。はい、じゃあ行きます。もう何も怖いものはない。何も怖いもの。お、いいじゃん。結構いいよ。ほら。あ、すっごい。なんかめっちゃでもさやもなんかミスタービーストみたいな色になってる。ミスタービーストのアイコンみたいになってた。やばい。そしてもう一回しよう。服。待ってインナーが次僕服のインナーがある。じゃあさやさんおズボンね。オッケーでいきます。はい、せーの。ここ。待ってこお前また。セットアップになっちゃった。ドピンクになっちゃった。すごいピンクのセットアップ。なかなか攻めてる。ね、攻めてる。で次がおのおののあれか。あ、そうだね。もうおのおののパーツの部分になるね。猫いきます。はい。せーの。もう全部同系色じゃんお前。最悪マジで。全く髪の毛と同じ色。全く同じ色。マジで一緒じゃない色。でもまあ私も同じ罪だから。まあ確かに。ほら安心しろよ。次が靴下だ私。次じゃあ僕はあれだ。何にもくんの色だね。お、せーの。にゃも。ねえマジで全部緑なんだけど。そこの緑はよくないか。まあ肌の色がさ、いやでも薄いからまとまって見える。そうだね、確かにそれはでかいかも。じゃあ次。じゃあ僕周りのこのなんかエフェクトですね。これも結構面積でかいから大事。せいさんこの OK。じゃあいきます。せーのドン。なんだこれは。まあ綺麗な紫になりました。桜色って感じ。あ、綺麗。まあいい。ずるくない？いつもゲンさんが使っている色たちじゃん。そんなことはない。ということでまずノイズで色が決まったんですけども。ここから多分ちょっと塗り込んでいくんだよね。確か影入れたり、ハイライト入れたりはやっていいってことでしたよね。確かこれも違ってたらごめんなさいなんだけど、かつてないファンキーカラーなんだけどさやさん、いいことあるよ。ちょっと運良すぎる。すごいわかる、文句言いたい気持ち。ゲンさん多分6月ぐらいまでの運全部使ってる。前回そうだね。グレースケールの時も緑肌になったからさやさんの時だって完璧だったじゃん。あの時ね、あの時完璧だった。黄色っぽかったもんね。肌がちゃんとね、その報いで。やだ、報い。気になる方はね、このグレースケールチャレンジの動画もよかったら見てください。じゃあ、はい、じゃあまあ大体1時間ぐらいか。そうだね。もうまあいきます。スタはいート。何をどうしたらいいんだろうねこれ。でもこれありなん？要は影として機能してればいいんじゃないの？そうだよね。そういうことだと思うんだけど、それを含めてだからそこを調和させていけば。ちょっとあと暗いと俺塗れないんでごめんなさい。もうみんなから見たらなんか塗ってんの分かんないと思うけど、ちょっと暗いと塗れないんだマジで。でもなんか結構あれだね、青系統の薄い色っぽ
ですこれどうやら。青なんだそれ。そう一応青系統っぽいの。あそうなんだ、うんなんかすごいピンクに見えるけどね。これ塗り込みの時に血色って足していいもんなの？例えばさ一色で塗ることってないわけじゃん。影ってまあそうだね。どこまでやっていいんだろうね、こういうのって。血色の悪さって血色とかじゃないからもう種族だからこれもう、そうだね、ここまで来るとそれはいい。だから逆に良くない？うん、なんか羨ましいな。おやつ羨ましいな。なんか取れ高高くてな。取れ高は高い。確かに取れ高あっていいな。楽しい。全然楽しい。これってどんな環境でも楽しめる人間じゃん。よかったね。なんかさっきさちょっとなんか感動しちゃったんだけど、はい、つい先ほどの出来事です。はい、さやす速報。さやさんがね好きなキャラクターのお誕生日イラストがこの前に公式からね投稿されたんですよ。でめっちゃかっこよくて嬉しかったの。画像の左下のところにそのイラストを描いた担当イラストレーターさんの名前が載ってて、あこの方が描かれたんだと思って、他の作品も見たいなと思って、そこに掲載されてる名前でツイッター検索したんだけど、出てこなくて、これは社内イラストレーターさんなのではってことで思ったの。はいはいはい、ありますあります、そういうこと。って思ったんだけど、ちょっとふと思い返して、だから昔ゲンさんと海外の YouTuber の人が、日本に来て日本のいろんな職業だったりとか、お店の内部っていうの、紹介するチャンネルをずっと2人で見てた時期があって、そこにその会社のイラストレーターさんに1日密着して紹介するっていうやつ見たじゃない。その人だったの。あの人だったんだ。そうじゃあ発見できたんだ。そうふとなんかそういえばあの会社の紹介してたなと思って、一緒だったりしないかなと思ってさっきちょっとちらっとだけ調べたの。そしたら同じ名前で出会えたんだ。出会えた。なんかすごい感動しちゃってこの情報の大海原の中から私はあなたを見つけたと思ってゲーム会社のイラストレーターに密着みたいな動画ね。そう嬉しくないそれって。確かに嬉しいわ。よかったね。なんだその効果を見ていやこれは白目じゃなくて黄色とかにした方がいい気がする。じゃないと世界が滅びる。天地が裂け、海は割れ、株価は暴落世界中のヤンヤンつけ棒は買い尽くされ、そしてねるねるねるねはもうねるねるされた状態で販売が始まるそんな地獄が始まろうとしているのだよゲン君。もうさ深刻な気づいちゃった博士ポジション全然刺さんないよ。その簡単に今はい見てください。ここリップ。リップ、まあ別にこれなんかさも赤っぽく入れてますけど本当に赤になるとは限らず。いきます。はい。唇こちらで黒色つけよ色つけよ。割と一番よりにも寄ってないからね。いやちゃんとつけよ色ぐらい。マジかよ。で白唇は不安になるよ。まるちゃんね昨日ねお風呂入る時めちゃめちゃグズったの。あフレーだーってなってて、だけどシャワーを持つ権利をパラちゃんに譲ったらすぐニコニコになったの。パラちゃんシャワー持ちたいから。そうね。そうでそれでじゃあパラちゃんママ体洗うからママの泡流してって言って、そしたらもう顔にバシャーってなってパラちゃんやめてみたいなこと私が言ってんの横でさ、パラちゃんありがとうパラちゃんありがとうって自分に俺にいやそうありがとうパラちゃんって自分で言うの。言う前にこっちがありがとう言う前にもう先回りで俺言われちゃっててありがとうパラちゃんっつってママの顔っつって可愛い娘ですよ。面白い女さあということで完成まで塗っていきましょう。はいまあデジタルなんで、レイヤー効果を使いますよ私いやもうなんかさもうおしゃれじゃね。いやなんかこれはね基本的にやっぱ肌の色が元で塗ってたやつとあんまり変わってないっていうのが一番のアドバンテージ。かっこいい。あとなんかジャージライン描いちゃったのはちょっと反則な気がする。ちょっとなんか何も考えないでジャージのライン描いちゃってたんだけど。でも可愛いから私が許そう。ありがとう。共に戦ってる私が許すならばじゃあいいか。ありがとう。良い絵を描けば良いのそうなんかとりあえずねいろいろとこの縛りの中でできることっていうことでねちょっと違和感が出そうなところはちょっとベタを入れましてそうだ特殊カラー 2P カラーの何もくがそうだよ 2P カラーになっちゃってますよまあでもなんかそんなに違和感はなく塗れたような気もするんですけど、まあちょっとね、この辺もちょっとノイズを入れたりしながら黒を入れてノイズを入れてなんかそれらしくやっぱ黒を入れるとかっこいいね。そうですね。でこちらはアバターお絵描きでしたっけ。そうだいぶアバターな色味になってますけど、いやでもこれはこれでやっぱりねいい種族ですよ。この青い肌っていうのはやっぱ好きな人は多いと思うんですよ。さすがにね初めてだったからね。確かに青い肌で塗ることはないか。いやそうね挿絵でやっててもあんまりないよで一応なんかこう奥の方からちょっと光が差してるみたいな雰囲気にしたいなと思って、全体的になんかこう
ねお腹側が明るくなるようにして、はいはいはい、だけどなんか影に何の差し色入れたらいいんだろうみたいな、ものすごいこれ頭使ってるからね。さやさんのくせにめっちゃ頭使ってるからねこれ。やっぱ普段使わない色だからね、そうそう考えなきゃいけなくなりますね。だけどなんかこう、青い肌の影の縁とかに、なんかちょっとこう血色じゃないけどなんかピンクっぽい色入れるのすごい楽しかった。確かにいいね。いやこれそれでなんか、血色悪そうなのよく見える。そうなんかねすごい楽しかったから、ぜひね青い肌の皆さんはねそれ使ってみて。確かに青い肌にはねちょっとピンク色を混ぜるといい。そう何を言ってるだって話。なかなかそんな機会ないと思いますけどね。ということで終わりました。いやというわけでノイズでランダムに決めた色から塗るとどうなるのかこちらです。せーのドーン。なんかもともとその色じゃん。でもさこれなんか分かんなくてやってる間に分かんなくなったんだけど、どこまでかっていう。いやでもなんか他の方ちょっと参考で見たけど、結構なんかこう影とかのせちゃったらもう影の色はさ。そうだよね、だからそのベースカラーが別にあった上で絵を描けばってことだよね、要はね。すごっ。かっこいい。個人的にだからなんかさ縛りを感じなかったのそもそも、だからやりすぎてんのかもっていうのは途中でちらついちゃって、ただなんか僕のいつものさあれだと普通に黒のベタとかは入れるじゃん、でも黒のベタ入れちゃいけないっていうのは変な話じゃん。まあそうね、いつもの描き方すればいい。そう結局のところこうさ馴染まないとこはさベタでじゅわっと馴染ませちゃうじゃん、って思ってあれなんかもしかしてこれズルしたっていうなんか気持ちが拭えないまま最後まで走っちゃった。これってオレンジの色じゃなくてこれって青の服じゃねみたいな風に捉えられたら多分ベースカラーが違うな気がするけど、それならいいのか。でもこれは多分オレンジの服になんていうかこう青色の光が刺さってるから、周りにだから周りのさ光が青なわけじゃん。そうだから周りからの光の青を加えるのは OK ってことなんですよ。そう私はそう思って僕もそう思ってやったんだけど、これは合ってるのかって思いながらなんかずっとね。でもさやもめっちゃいいやんこいつ。最初からこういう種族だ。なんかそうめっちゃいいね。ありがとうございます。なんかもうだって周りのこのめっちゃ良くなったよね。いやそうこれね本当は大犬のふぐりを描いてたんですよ。これ本当はね本当のイラストだと怪しいベリーみたいな。そうなんかバイオハザードとかでさ敵とかから生えてそうな何かになってるんだけどもうなんかそれでいいやと思って。でもなんかこのシャワーヘッドみたいなやつもめちゃくちゃアイアンっぽくなって。そう逆にね黒金のようでいい感じだね。この色なんかちょっと焦ったんだけどなんか一周回っていいね。なんか楽しかった。楽しかった。めっちゃ楽しかった。ただ僕の楽しい理由の一つは全然肌の色がドンピシャ引いてる。それなんだよね。そうこれはかなりね有利だったね僕は。私だから最初白目の部分を白にしたの普通に、だけど肌が青だから白すぎちゃって、変な感じでこれちょっとねだいぶ濁った黄色に変えたらアバターもそうだもんね。そういい感じになったからちょっと気づきはあって色の工夫ができて楽しかったです僕。いやとても楽しかったよね。なんかもうあなたもうこのまま商品化できそうなくらいなんかマッチしてないマジで。ボカロのグミってこんなカラーリングじゃなかった。こんな感じで髪の毛がねド緑でさオレンジみたいなやつだったよね確かね。指定された色と別のなんかニュアンスを出すために結構テクスチャ感の強いブラシをいっぱい使った。そうねトーンが結構そうこれ元のね今からこう本編っていうか、本物はあんまりそういう本来はそういうテクスチャっぽいブラシはあんまり使ってないんだけど、もうこの色になったからなんかもいろいろ遊ぼうと思ってテクスチャっぽいブラシ。このトーン感が可愛いですね。さすがクリエイト使いこなしてるのずるいな。このシャってやつも欲しいもん私。どこにあるのこれシャってやつ。基本エディストーンや俺もやろう。これエディストーンを同じ色でシュッと入れるだけでなんかちょっとタッチ入れた感が時短できる。いいこれ。これはお絵描き対決にはねベストなペンですね。これね覚えましたよ。これはいいですね。結構楽しいですよね。ありがとうございます。次回から使います。ありがとうございます。というわけでノイズからお絵描き非常に楽しく終えたんですけども、楽しかったがこちら、もうこんな感じで最初に全然違う印象を見せてから言うのもなんなんですが、何にも 2026SS コレクションありがとうございます。キービジュアルテーマは猫でございます。猫でございます。もう最初に何も説明しないんで一応共通点としてはみんな分かったと思うけど、みんな分かったと思うけどこれ見て猫だと思うよね。みんなテーマは猫です。テーマは猫です。しかもさやの方さちゃんとした方もっと変な猫いるからね。猫だって1匹しか描かなかったもん。
ちなみに僕この辺にも猫います。かわいい。とにかくちょっとこの後ね、そのキービジュアル見ていただきつつ、夏目さんちのライブペイントも見ることができるポップアップも開催決定しました。今回もへんてこなことをやりますので、はい、こちらのね表示されてる情報出てると思うんですけども、ライブペイントの抽選の申し込みがもうこちらの日程で始まりますので、ぜひね、夏目さんちに会いに行きたい、ライブペイント見てみたい、そしてお洋服も買ってみたい、ぜひぜひ皆さん気になる方は概要欄からチェックしてみてください。さあ、そしてこの後全く色の違う、いやなんか若干僕は似てるかも。私も若干結構似てるかも。いやそれは絶対違う。でもそもそもだって使ってる画材が一緒だからね。画材というかプロクリエイトでやってるから、元の絵の塗り方に寄ってってる感じはあるから、確かに結構近いと思うが、まあ実際はどんな色だったのか、この後そんなのも含めてタイムラプスご覧ください。どうぞ。まだどうしか言ってないもん。なんなんさあ、ということで本番です。これはうちの実家で飼ってるニコちゃんですね。ほんまや、ニコちゃん出てきた。ニコちゃんの絵を描いてるんですけど、これ実は背景にしか使わないので、実はこのままの絵はうちの親にあげただけですね。あ、本当だ。背景に加工がされて。そうなんですよ。ラフだ。今回はね、いつも通り女の子は描いてるんですけども、かわいい。なんかこうしゃなりとした柔らかい感じの女の子を描こうかな。やっぱテーマが猫なので、猫っぽい女の子描きたいなっていう。結構ちゃんとガッと猫目だね。そう猫目の子描きたいと思いまして、いつもの絵っちゃいつもの絵なんだけど、若干猫っぽさを意識はしてます。せいさん、このタイムラプス初めて見るので。そうですね。ちょっと楽しいな、やっぱこの経緯がね。そういるで、これ背景にピンク色を敷いてるんですけど、これはね最初は背景ピンクにしていこうと思ったんだけど、後々変わりました。だいぶ結構背景の空張り悩んでたイメージある。まあいろいろとね、僕デジタルでやるときはいつももうね、色決めないで走り始めるっていう、なんか意味わからんことしてるんで、いつも楽しいね。でも一番楽しいですね、やっぱそうやって色決めてるときが。というわけで、最初は結構逆光感というか、影かなり強めみたいな、後ろからめちゃめちゃ強い光を浴びてる感じにしてたんですけど、ちょっとずつ顔もね、顔の方も柔らかい感じにしようかなっていうので、影は弱めたりはしてますが、ぐりぐりと塗っていって、最近春といえどもね、結構日照りが強くて、確かにね、そういうことも表してるのかもしれないですね。そんなことは考えてないですけどで、そしてこのノイズ、最近ねとても僕がよく使っているノイズでの表現っていう、ノイズを入れて自分で塗ったものを、あとは歪みツールでこう液体のように流動生物のようにやっていくみたいな表現とかもよくやってます。これはニコちゃんです。これもニコちゃんですね。ニコちゃん。今回とにかくベースは黒猫の実家のニコちゃんをベースにしてるので、これあとは首に巻きついてるのは液体状の猫です。猫は液体ですからね。そうですよ。長くもなりますね。なります。で、最終的にはこんな感じでポスターのような調子に整えていて、かっこいい。なんやかんやいろいろと肌の影色の補正などをして完成です。猫ちゃんたっぷりですね。そうなんですよ。猫要素は猫ちゃんあるようなないような、これはあとフランス語の猫のね慣用句です。おしゃれ。右とあと下に入ってますね。おしゃれや。ポスターにいかがでしょうか。そんな気持ちでポスター今回は出さないんですけど。じゃあ次。さやさんのターンでございます。虚無塗り。でもさやもうここからでも今回ねちょっとね虚無やめたんで、実はこう見えて。そう、あんま虚無じゃなくない？そう、今回鉛筆の線結構残して。でね、今回タイトルがバスタイムって入ってるんで、お風呂場なんですよこれ。私お風呂場好きで。なんかさ、前もお風呂場でさ、こういうお風呂、コピックでカタツムリ書いてた時。そうそう。私なんかね、家の中のね水場が好きなのね。なんか水場がじゃあ置いとくとさやが来るんだ、ポコボケだと。そういう感じ。ガサ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 ドンドンボンっつってさやが出てくるんだ。嬉しくないな。ほら見て、もう早いね。こらえきれずに線入れてますね。多分この子だけですね。で今回頑張ったのがこのタイル。タイルにこれマスキングインクをいちいち塗ってるってこと？そう、一番最初に目地の部分に目地違う、まず、全体的にふわっと影をのせるためにマスキングインクなしで1回塗り、で目地の部分にマスキングインクを塗り、タイルを塗って、本格的に塗り込んで、そうで、次にタイルってよく見るとさ、ちょっとこう段差というかあるじゃないですか。段差の
角の部分、光が当たる部分にはいはいもう一回マスキングインクを塗って塗り直してっていうのを結構3回ぐらいやって、そんなにやってたんだ。そうやたらと時間かかってるなとは思ってたけどそこがそういう風になってたんだよ。はい、でこれは輪切り猫。そうびっくりしちゃった今。輪切りの位置そこなんだっていうデフォルメされた猫を横から輪切りするんだ。いや今回ねやっぱ猫がね、はいテーマってことでね猫は1匹しか描かなかったんですけど絶妙な猫じゃないやつがいっぱいいるなあ、そうそうそう猫っぽいけどこの絵の中には猫1匹しかいないあ、そうなの、からね。完全なる猫一匹しかいない。完全なる猫1匹しかいないよ。輪切り猫は猫じゃない。輪切りだって、ね、猫だって輪切られたら死んじゃうじゃん。あ、そうだ、ごめんなさいったくよこいつは猫では。こいつ、猫ってだって4足歩行あ、でしょ。そうか、ごめんなさいね。あ、なるほど。猫のこと何も知らないんだから書くなそんなもんじゃ。でもねこれトンチンカンバスタイムなので、はい、はい、これ書いてるのすごい楽しかった、いやいいね、これいい、すごいなんか楽しそうなお風呂場でいいですね。結構構図悩んでるところもね、はいはいぜひお見せしたかったんですけどね、うん結構ポーズが3回4回ぐらい変わったけど、だからさやさ、デジタルの今後ラフをタイムラプス撮っといたらいいんじゃないの？無理だよ、恥ずかしいよ。俺ばっかなんかラフから見せさせられてさ、なんかゲンさんってなんかさ、なんか、うんよしこれでいこうみたいな感じでさ、もうチュ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 ってさかっこいいデジタルラフでしょ。さやさんだってなんか途中で3回ぐらいでさやさん挟まるよ。いやいいじゃん、わかんないって言ってるさやさん挟まったり。いいじゃんそれで別に。あ、で最後色鉛筆でね。あ、そう今回パステル色鉛筆セットってやつをね買っめっちゃいいて、なこの絵。すごいそれが良くてですね、おすすめです。さあということではい完成はこちらになります。おー、終わりました。猫ちゃん目が光ってるね。いやなんか何にも年々さ、うん年々っていうかまあ1年しかやってないんですけど、うん僕なんかだんだんこうやっぱデザイン領域もやりたいなっていう気持ちが強くなってきて、イラストプラス自分でデザインみたいな、平面デザインをやりたいみたいな気持ちがだいぶね最近強くて、やっぱりちゃんとなんかこうお部屋とかにさ飾るのにすごいぴったりなデザインに、そういうとこまでやりたいなっていうのが最近ある。うんうんうんでこのなんか何にものロゴも目に合わせて歪ませたりとかで結構楽しかったです。はい。おしゃれ。ああ、さやさんのだ。さやさんのだ。さやさんのだ。誰で？いや春なのでね。めっちゃいいね。今回すごい。大猫のふぐりですよ。すごいなんかさ丁寧じゃない？今回いつもまあ丁寧だけど。丁寧ですよ、さやさんは。今回すごい丁寧に。綺麗だね、線画が。すごい褒めてくれる、ありがとう。めっちゃ綺麗やん。でちょっとね塗り方とかも極端に影を入れるというよりかは全体的にグラデーションで、そうそう影を表現しようかなっていうのとかで。いいっすねこれ。ありがとうございます。これ大猫のふぐり。これがもしかしてこれだけ猫って。本当今この画面にいる猫ってもしかしてわらちゃんだけが本物の猫。一つ目だ。ご自身の目で確認してみてね。いやということで、今回も何にも SS やっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんライブペイント、ポップアップ、そして EC 販売もすべて用意しておりますのでお楽しみに。どうぞよろしくお願いします。まずは概要欄からライブペイントだったり、ポップアップの日付チェックしてみてください。はい。いやだからでも実はこのキービジュ結構前に書いたからさ、いやマジでそう、これなんかもう出てる気持ちでいた。もう思い出の中でじっとしてた。だいぶ今見るのかみんなみたいな。そうだからみんな今から愛してあげてくださいね。お気に入りの1枚です。